今日はスノーボールクッキーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はスノーボールクッキーを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、サクサクホロホロ食感がやみつきになるスノーボールクッキーを作りたいと思います。こちらのクッキーなんですが、材料はたったの4つで、そしてさらに電子レンジで簡単に作ることができます。作り方もすごく簡単なので、2種類の味わいをご紹介していきます。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプレーン味の材料からご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、アーモンドプードル、粉糖、無塩バター、こちらの4つの材料で作っていきます。まず糖類なんですが、今回は粉糖を使っていきます。お砂糖を使うと砂糖のシャリッという感じが残りやすいので、今回はすぐ溶ける粉糖を使っていきます。もしない場合はお砂糖でも大丈夫なんですが、シャリッという感じが残らないようにだけ注意してください。そして油分は無塩バターを使用します。こちらは必ず無塩バターを使用してください。もしね、バターがない場合はサラダ油でも OK です。その場合はですね、同じ量のサラダ油を入れてください。それでは続いてココア味の材料をご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、アーモンドプードル、粉糖、無塩バター、ココアパウダー、こちらの5つの材料で作っていきます。こちらはですね、プレーン生地にココアパウダーを加えただけなんですけれども、ココアパウダーを加えるとその分粉類が多くなるので、少しだけバターを多くしてます。なのでバターの量はね、変えているので、そこは注意して作るようにしてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにプレーン生地から作っていきます。こちらのボウルに薄力粉、そしてアーモンドプードル、続いて粉糖を加えます。粉類をすべて加えたら一度しっかりと混ぜてください。ムラにならないようにきちんとね、底からしっかり混ぜるようにしましょう。このようにきちんと混ざれば OK です。それでは続いてこちらの粉類にバターを入れていきます。こちらのバターは電子レンジで溶かして溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたら一度よく混ぜてください。そしてバターの塊をしっかりと溶かしましょう。もしこれで溶けきれない時はプラス10秒ほど加熱してみてください。はい、OK です。そうしましたら先ほど混ぜた粉類に回しかけます。ゴムベラに持ち替えて混ぜていきます。最初はこのように切るように混ぜていきましょう。こうやってね、切るように混ぜていただくとバターと粉類が混ざりやすくなります。はい。で、このように粉っぽさがなくなって少しポロポロしてきたら、あとはゴムベラで生地を押さえつけながらひとまとめにしていきます。はい。このように生地がまとまりました。このぐらいしっかりまとまるまで押さえつけながら混ぜてください。それではですね、耐熱のお皿を用意してください。そしてその上にクッキングシートを敷きます。丸めるときは薄く手にサラダ油を塗っていただくとやりやすいと思います。生地を手に取って丸めます。優しくね、コロコロ転がしてください。はい、OK です。このように丸めます。丸める大きさについてなんですが、加熱すると膨らむので、一回りから二回りぐらい小さめに丸めていただくとちょうどいいかなと思います。残りも同じように丸めていきます。はい、全部丸め終わりました。今回は全部で27粒できてます。こちらはですね、丸める大きさによっても変わってくるので、目安にしてみてください。それではですね、お皿に入る分だけ電子レンジ 600W で2分加熱します。こちらなんですが、加熱すると膨らむので、こんな感じでね、隙間を空けて並べてください。このぐらい間隔をとっていただくといいかなと思います。それでは加熱したいと思います。はい、加熱が終わりました。このように膨らんでます。この出来たての生地はすごく柔らかい状態なので、しっかりと冷ましてください。しっかり冷めるとクッキーのような硬さになります。そして加熱する時の注意点なんですが、ターンテーブルではないレンジの場合は置く場所によって加熱具合が変わると思います。なのでフラットタイプのレンジの場合は一旦途中で取り出して向きとか、あとは置く場所を変えて加熱していただくと均一になりやすいと思います。それでは残りも作っていきます。
続いてココア生地を作っていきます。まずボウルに薄力粉、そしてアーモンドプードル、粉糖、そしてココアパウダーです。このココアパウダーは無糖のものを使用してください。そしてしっかり混ぜましょう。こちらも同様にね、ムラにならないように最初にきちんと混ぜておくのが大切です。はい、こんな感じでね、しっかり混ざれば OK です。それでは続いてこの中にバターを溶かして入れます。こちらのバターなんですが、ココアパウダーが入っているので、プレーン生地よりも 5g バターを多くしてます。こちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらね、この塊が溶けるようにしっかり混ぜてください。これでね、もし溶けきれない場合はプラスまた10秒ほど加熱してみてください。はい、綺麗に溶ければ OK です。それでは粉類の中にバターを回しかけます。そして同じようにまず最初は切るように混ぜていきます。はい、でこのようにまとまってきたら、あとはね、ゴムベラで押さえつけながらひとまとめにしてください。このように白いムラができないようにしっかりとね、押さえつけて混ぜましょう。はい、ひとまとまりになれば OK です。しっかり生地がまとまるように押し混ぜてください。それではですね、こちらも手に薄くサラダ油を塗って丸めていきます。このように手に取って、あとはコロコロ丸めていきます。こちらも仕上がりよりも一回りちっちゃいぐらいですね。そのぐらいを目安に丸めてください。はい、こんな感じです。このようにコロッと丸めます。それでは残りも同じように丸めていきます。はい、全部丸め終わりました。こちらも同様に27粒できました。こちらもですね、丸める大きさによって変わってくると思いますので、目安にしていただけたらと思います。それではですね、お皿に入る分だけ入れて、電子レンジ 600W で2分加熱します。こちらも同様に加熱すると膨らむので、必ず隙間を空けて加熱するようにしてください。はい、今加熱が終わりました。このように膨らんでます。それではですね、加熱したては生地が少しまだ柔らかい状態です。こちらも同様に冷ますとしっかりと硬くなるので、このまま冷まします。ではね、残りのこちらも加熱したいと思います。はい、それぞれこのように仕上がりました。それではですね、最後トッピングに粉糖をまぶしたいと思います。ではね、トッピングしていきます。こちらに粉糖をかけます。このトッピングの粉糖に関しましては、溶けない粉糖があればそちらを使うようにしてください。これをかけます。量はね、お好みで OK です。このようにかけたら、あとは全体に絡めます。ポリ袋に入れてシャカシャカしていただいても OK です。はい、プレーン生地はこれで完成です。続いてココア生地です。こちらも粉糖をかけます。そして絡めましょう。はい、ココア味はこんな感じに仕上がりました。どちらも美味しそうに仕上がってます。それでは器に盛りたいと思います。はい、これでスノーボールの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがプレーンタイプ、そしてこちら側がココアです。中身はこのようにとてもサクサクホロホロに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。すっごくサクサクです。本当にオーブンで焼いたみたいにサクサクに仕上がってます。では続いてココア味もいただきたいと思います。いただきます。ココアもサクサクホロホロです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスノーボールのポイントです。まずですね、一番初めに粉類をしっかり混ぜてください。ここで粉類をしっかり混ぜておかないと生地ムラになりますので、必ずよく混ぜるようにしてください。そしてその後ですね、溶かしバターを加えるんですけれども、溶かしバターを加えたらゴムベラで最初は切るように混ぜてください。ここでこねてしまうとクッキーが硬くなってしまいますので、最初は必ず切るように混ぜて、そして生地がポロポロっとしてきたらゴムベラを使っ
って生地を押さえつけるように生地をひとまとめにするようにしてください。そしてその後ですね、丸めるんですが、丸める時は手にね薄くサラダ油を塗っていただくと丸めやすいと思います。丸める大きさに関しましては、出来上がりよりも一回りか二回りぐらい小さめに丸めてください。加熱するとね結構膨らむので、ちょっとちっちゃいかなっていうぐらいにしていただくとちょうどいいと思います。そして加熱する時のポイントです。加熱する時は耐熱のお皿にクッキングシートを敷いて、そして隣同士間隔を空けて置くようにしてください。というのもですね、先ほど言ったんですが、加熱すると膨らむので隣同士が近いとくっついてしまいます。なので一度にたくさんね加熱しないようにだけ注意していただけたらと思います。そして加熱している最中のポイントなんですが、レンジの種類によって適正な加熱時間が違う場合があります。あとはですね、何個一度に加熱するかによっても適正な加熱時間が変わる場合があります。さらにですね、クッキーを置く場所によって加熱具合が変わってくる時があります。なので様子を見ながら加熱してみてください。でもしですね、加熱にムラがあったら一度取り出して位置を交換して加熱していただくといいかなと思います。もしね、一度開けた時はプラス10秒ほど加熱していただくといいかなと思います。あとはですね、一つ注意していただきたいんですけれども、このね電子レンジで加熱すると表面に焼き色はつきません。ただですね、焼き色はつかないんですが、中の部分は加熱しすぎると焦げてしまいます。見た目ではあんまりわからないので、こちらの加熱時間はね様子を見ながら調整していただけたらと思います。目安としては、まだね出来上がってない時は表面にちょっと光沢があります。ちょっとツヤツヤしてる感じなんですが、きちんと加熱されるとそのツヤがなくなってきます。そちらを目安に加熱していただけたらと思います。そして出来上がったら取り出してそのまましっかり冷ましてください。出来たてはすごく柔らかい状態なんですけれども、冷めるとしっかり固まりますので、そのまま触らずに冷ますようにしてください。しっかり冷ましてもまだ生地が柔らかい時は加熱不足だと思いますので、もう少し加熱してみてください。そして最後にトッピングでかけた粉糖なんですが、こちらは溶けない粉糖を使用してます。生地の中に入れるのは普通の粉糖で、トッピングにはできればね溶けない粉糖を使っていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はスノーボールを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。